どうも、ワニです。こちらはですね、我が家の生き物たちの餌用として、アルゼンチンモレゴキブリ、通称デュビアを、3000匹ほど飼育しているケージになります。今日はこのケージにバナナを1本入れて、どれぐらいで食べ終えるのかというのをね、やってみたいと思います。バナナです。スーパーで普通に売ってるやつですね。剥いて、ちょっと取れちゃいました。不器用なんでね、ちょっと取れちゃいましたけども、これを入れていきます。はい。ここから長いんでね、早送りしていきたいと思います。いや、なかなかすごい絵面ですね。だいたい3000匹ぐらいいるはずなんですけど、もしかしたら繁殖してもっと増えてるかもしれないし、ペットの餌にしてるんで、もうちょっと減ってるかもしれないですけど、だいたいそんぐらいだと思いますね。普段はね、ちょっとこの辺に散らばってるのを見ると分かるんですけど、ウサギの餌をあげてるんですけど、たまにね、こうやってフルーツとかもあげたり、野菜くずあげたりしてますね。結構ほんと何でもいろいろ食べてくれるんで、飼育は楽なゴキブリでございます。結構寄ってきましたね。集まってきましたね。でかいやつだけ集まってきましたね。こいつらはメスですね。オスは羽が生えてて結構ゴキブリっぽい見た目しててキモいんですけど、メスはこういう羽のないね、黒くてツヤツヤしたちょっとカブトムシみたいな。今オス来ましたね。来た来た、オス来た。メスはそんなにキモくない。ちょっとわらじ虫みたいな感じで。オスもね、そんなキモくないんですよね。羽があるんですけど飛ばないし、すくすくとね、成長してね、たくさん繁殖してくれてるんでね、もう最近デュビアはもう買ってないですね。買わずにもうサイクルができてる感じです。この動画をね、見てる皆さんはもうゴキブリ大好きだと思うんで、もう知ってるかもしれないんですけどもね、餌用のね、ゴキブリとしてよく売られてるこのデュビアっていうのはね、非常に優秀な餌なんですよね。コオロギも爬虫類とかの餌用に結構売られてるんですけど、あいつらってもう泣くし、臭いし、共食いとかするし、ぴょーんって脱走するんですよ。もうね、悪いとこばっかりなんですけども、このデュビアはね、そんなに臭くない。ちょっと匂いはするけどね、そんなに臭くないし、飛べないから脱走しない。壁も登らないんですよね。脱走も全然しないし、泣かないし、共食いしないどころかもう勝手に増えてくれるっていうね、非常に優秀な餌なんで、この見た目がそんなにキモくないなって思えるんであれば、餌としてね、最適な生き物でございますね。もうどんどん寄ってきたな。バナナがあんまり見えなくなってきてますね。あんまりも長いんでね、30分飛ばさせていただきましたけども、だいぶバナナが細くなってまいりましたね。もうフルでね、撮影してあるんですけどね、ちょっとあまりにも長いんでね、ちょこちょこ飛ばしていきたいと思います。だいぶちっちゃくなりましたね。もう折れたちっちゃい方のバナナなんてほとんどないんじゃないですか。みんな無心にむしゃむしゃと食べてますね。こう見てるとさ、豚のお母さんのお腹に子豚が吸い付いてきてるのとか思い出しませんかね。気のせいですかね。そういう感じのなんか微笑ましさがね、ありますよね。
はい、またもうだいぶバナナが見えなくなってきました。ただのゴキブリの塊です。はい、だいぶもうほとんどなくなりましたね、バナナが。ゴキブリたちのこの食事に伴う運動によって周りの糞とかこのゴミがねどかされてますね。これがラストスパートでございます。じっくり見ていってください。通常速度に戻しました。もうほぼなくなりましたね。ちょっとどれぐらいなくなったのか見てみましょうか。もうこんなちょびっとだけになりましたね。この間約ね2時間半ほどでございます。というわけでね、ゴキブリ3000匹のケージにバナナを丸々1本入れてみたら約2時間半で完食してくれるという結果でございました。どうでしょうか。ゴキブリがむしゃむしゃと無心にバナナを食べる姿、なかなか可愛かったんじゃないでしょうか。
ちょっとこのゴキブリたちね、1本じゃ足んないと思うんで、もう1本追加して、今回食べれなかった他のやつらもね、食べてくださいという感じで、今回の動画はこれで終わりにしていきたいと思います。またね、ゴキブリの動画出していきますんで、興味のある方はチャンネル登録してまた見てくださいね。はい、というわけで、鯉が餌を食べてる時の真似します。はい、じゃあまた見てくださいね。